はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。初めて見ていただく方、はじめましてどうぞよろしくお願いいたします。グランタブロープラスタロット、そしてオラクルカードなどを使いながら1週間のリーディングをしっかりと深掘りしていきます。そしていつも見ていただいている皆様、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、優しいコメント等いつも励みになっております。ようやく個人鑑定も再開し始めておりますので、リピーターの方、そして興味がある方、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。はい、今日は2月の20日金曜日、失礼しました。2月の20日月曜日、魚座の新月から26日日曜日までの流れを見ていきます。はい、20日がね、金星もお羊座に入りますし、魚座の新月ということで、すごく1週間の切り替わりが大きく変わってくる日になるかと思います。さて、今日選んでいただきたいのは左から1番の方、2番の方、3番の方となっております。上のカードもしくは下のルノルマンカードから選んでいただいても大丈夫です。はい、じゃあ1番の方、ここに愛がある、これが1番の方。そして2番の方、一つずつ一つずつ。そして3番の方、愛の力。はい、じゃあ今日はこの3択で見ていきます。はい、じゃあ 9×4 のグランタブローで見ていきます。まず1週間の1枚の一番上の9枚のカードだけ取りながら動画を進めていきます。はい、じゃあ開いていきます。まず出たカード、庭です。怒り、家、ワンちゃん。人間関係がね良さそうです。はい、5枚目にあの人のカードが出ています。雲、魚、蛇、はい、熊です。それではカードを並べていきたいと思います。はい、1番の方お待たせしています。はい、じゃあ1番の方、カードをリーディングしていきたいと思います。まずあなたのカードは、はい、出ているのはこちら、一番下のラインの左から4番目のところにあなたのカードが出ています。そしてあの人のカードが、いわゆる一番上のラインに出ていて、お二人の間、これはねなかなか近い距離と思っていただいていいかなという感じです。今週の流れがですね、人間関係かな。人間関係、ホームパーティーをしたりとか、仲がどんどんギュッと良くなっていく、絆がとても強くなってくるのかな。そういう感じがすごくするんですよね。仕事でもプライベートでも、そういう感じがしていて、であなた自身今週環境が変わったりとか、
旅行に行かれたりする人もいるのかなっていう、何か新しい旅立ち、そういうものもあるような感じです。そして今現在のあなたの一番のね方の部分を見てみると、なんか今あなた自身がこれは悩んでるかな、それとも、決定はまだしてないのかな。なんかいろいろ話を聞いたり、話が入ってきたり、情報が入ってきたりっていう感じで、あなたが今いろいろ考えている、悩んでいる、引っ越しとか転職とかっていう、そういう感じがするんです。そしてまだ近いうちに結論は出ないのかなっていう感じはするんだけど、案外考えすぎて悩みすぎて少し、疲れちゃったりとかですね、免疫力が下がってしまったりっていう可能性、あとは、お金をなんかこう使っちゃうっていうイメージが出ているので、ちょっとそういう今週はもしかしたらお金が流れやすい可能性もあるかもしれません。そして今週の恋愛のことを見ていくんですけれども、ハートの上にあの人のカードが出てるんですよね。そしてもしかしたら遠距離だったとか、最近会えていなかった、でもきちんとつながってはいたと思うんですけれども、あの人と。でも今回ようやくなんかこうそういう辛い状況が終わってっていう感じかな。そしてあの人の気持ちを見てると、あなたのことがねすごく大好き、だと思います。ただあの人自身何か不安をね抱えていたり、もしかしたらやや気分屋な部分があったりっていう風なものあるかもしれないし、考えすぎナイーブな部分があるかもしれないんですけれども、あの人のあなたへの気持ちはとっても大好きなものが出ているような気がしています。そして、今週ね、復活っていうそういう感じがするんですけれども、特にあの人がやや心配性だったりネガティブになったとしても、明るく、それこそポジティブに、なんかこうしていこうよ、きっと大丈夫だよみたいな感じで、あの人を励ますような感じで、いわゆる一段一段登っていくということをしたらいいのかな。あとは今週はお昼のデートとかランチデートとか、そういうのも良さそうな感じ。お互いの思っていること、そういうことを素直に言い合うこと、それもとてもいいことだし、とにかく元気に明るくポジティブに過ごしていこうっていうのも出ているような感じです。恋愛はね、なんか良かったですね。この復活の可能性が非常に出ているような感じです。じゃあお仕事のこと、まず自分で仕事をされている方、アルバイトパートの方から見ていきたいと思います。はい、今ねカード、はい、まずここですね。なかなかちょっと釜とかね、棺桶のカードとか出てはいるんですけれども、あなた自身、過去にややネガティブな、例えば口コミとか書き込みとか、なんかそういうので少し疲れてた部分とかあるかもしれません。あとあなた自身がもしかしたら体調があんまり良くなかった部分もあるんでしょうか。怪我とか、もしかしたら少しお休みをされていた方とか、なんか家族のこと、そういうことで、休んでいた方とかね、介護とかそういう人もいたかもしれません。でも今
ようやくいろんな人となんかお客様とまたね道が再びつながってきていると出てきているので、またお客さんがこう増えてきている、そういう状況なのではないでしょうか。そして特に今週はなんか仕事のことを見ているんだけど、ズバリ恋愛のことが出ているので、やっぱりこう恋愛がうまくいくとあなた自身もモチベーションが上がって、仕事もうまくいくっていうタイプの方なのかもしれません。やっぱりねこう仕事と、恋愛がね今回隣り合わせのカードが出ているので、恋愛は復活というふうに出ているので、いい方向になっていくのではないでしょうか。それが仕事にもつながっていくような感じです。じゃあ今度は会社員、サラリーマンの方を見ていきたいと思います。はい、またねカードを探しているんですけれども、どこだった？はいここです。はい、まず、サラリーマン会社員の方はとてもこう人間関係がいいような感じ。最近新しい仲間が増えたりとか、なんかフレッシュな方が増えたりとか、そんな感じがするんですよね。あなたの中で、あなたのチームとか新しくチームが編成されたとか、そういう感じで新しい風が出ているような感じ、いいんじゃないでしょうか。そして流れはすごく穏やかで、特にこう年配の方とか年長の方も含めて人間関係が穏やかなのかな、そんな感じがしています。仕事運もいいというふうに出ています。そして今週の流れなんですけれども、ちょっとこれがね家と釜のカードが出ているので、家庭の事情とか家族の事情で、何らかなんかお仕事をちょっと早退しなきゃとか遅刻しなきゃとかお休みしなきゃっていう方がいるかもしれませんし、お子様の介護、ご両親のこと、何かそういうのが出てくるかもしれません。そしてそうだな、なんかこう家族のことでちょっとこう会社に影響が出てくるというふうに出ているので、今の住んでらっしゃる家、もしくはご実家との何かやり取りで心配なことがあったら早めに連絡するのもいいかもしれないな、そういうふうに思います。家族の方の怪我とか、そういう可能性もあるので、そういう時はねぜひなんか早く駆けつけてあげるときっとね安心されるかな、そういうふうに思っています。そして今週の金運なんですけれども、雲、無知、蛇というカードも出ており、入ってくる方なんですよね。1番の方ってとてももともと持ってらっしゃる金運はいいんじゃないでしょうか。すごく大きな成功とか強運っていうのがあるんだけれども、何に使ったかわからないっていう不透明さもあるような感じです。で今週ここに無知が出ているので、こう案外イライラしてちょっとこう衝動買いをしてしまったりとか、夜中のネットの買い物をこう多くしてしまったりとか、そういう部分があるかもしれません。やや今週は衝動買いのイメージが出ているようです。そして特にですね、何か年下の人、お子さん、なんかねそういう年下の人ですかねに今週はこうお金を使ってしまうっていうことがあるので、おごってあげたりとか、お子様がいる人はお子様に今週思ったよりもお金がかかるっていうことがあるかもしれません。そして年下の方からの何らかのこう、投資とかですね、そういう話があったら今週はあまりおすすめしませんというふうに出ています。じゃあ今から月火水木金土日で1週間の流れ
深掘りしていきたいと思います。はい、それでは1番の方、月曜日から日曜日までの流れをルノルマンとタロットで出しております。ダイヤルカナ多いですね。星、ラバーズ、月、戦車と出ており、なかなかいいですよ。特にいいのが火曜日大吉、木曜日大吉、日曜日大吉、そして中吉が水曜日、あとは月曜日と金土は少し気をつけてねというふうに出てるので、はい、カードをお伝えします。まず月曜日、これ庭とソードの5が出ているんですけれども、あなたの、庭というかプライベート、仕事、どっちかな、どっちか 両方かもしれないんですけれども、なんとなくね、ズルする人とか、自分だけ良ければみたいな人がいて、やや疲れたりする部分があるかもしれません。そういうちょっとね、ずるい人、との人間関係で、疲れる部分が出てくるかもしれないっていうのが月曜日。そして火曜日がとてもよくって、怒りと星、素敵なカードが出ました。何の願いが火曜日叶うのでしょうか。とてもとても素敵なカードです。安定感もね、一緒に出ているので、恋愛でも仕事でも金運でもとてもいいカードが出ています。そして水曜日がソードの6と家が出ているので、引っ越しとかご旅行とか、どっかに例えば家を買うとか、一緒に住み始めるとか、そういう話とか旅行の話とか出る日なのかもしれません。そして木曜日も素敵なカード、はい、星とラバーズ、告白、デート、新しい出会い、素敵な夜のデート、ロマンチック、ラブラブ、はい、ものすごく素敵ですはい、そして金曜日がコウノトリと月が出ているので、何か新しい環境であなたが少し不安に思ってしまうとか、無事いけるかな、大丈夫かな、私できるかなっていう不安とかもあるみたいです。特にこれね、両方赤ちゃんとか妊娠のことも表しているので、そういう部分で少しナーバスになってしまったりとか、生理痛とか更年期とか、そういうのももしかしたら出てくる人もいるかもしれない。はい、そして土曜日が、クロスとコインの9、そうだな、考え方によっては悪くないんですよね。遺産が入ってくるとか、そういう相続するっていう可能性もありますし、あなたが何か大きな、特に金銭的な喜びものを受け取りますっていうのが、これが土曜日。そして日曜日がタワーと戦車が出ていて、家での時間をいつも通りゆっくり過ごすことによって、あなた自身がリラックスができるとか、母性が出てくるとか、手料理、家の掃除、大吉、あとね、これドライブもいいんですよね。なのでドライブとか旅行もいいような感じがしています。じゃあ最後にアドバイス見ていきましょう。まずはアドバイス、はい、あとはドルフィンさんでも見ていきます。はい、ドルフィンさんでも、はい、お待たせしました。じゃあこちらがあなたへのアドバイスで、すごく1番の方って人に恵まれてるのかな、そういうふうに思いました。そしてあなた自身も多分
人に対してすごく優しかったりする部分もすごくあって、そういう徳があなた自身もものすごくあるようです。なのであなたが困った時も周りの人が助けてくれる。そして周りの人を信頼すること、それがよりあなたの運気アップにつながる、そういうものが出ています。今週は協調性、周りの人との関係をいつもよりも気を配る、心を配る、それをおすすめしたいと思っています。はい、それでは2番の方見ていきたいと思います。まずルノルマンカードを、はい、2番の方のルノルマンカード1列目のみ取りながら展開していきます。9×4 のグランタブローです。はい、お待たせしました。まずファーストカード、道が出ています。リングです。船、なんかね、新婚旅行とかそういうイメージが出てきました。手紙、ゆり、月、木、タワー、はい、子供のカードです。はい、それでは2番の方お待たせしました。まずあなたのカードがこちら、一番右側の列の上から3番目に出ています。そしてあの人のカードはちょうど一番下のラインの真ん中あたりに出ていて、あなたとお相手様の距離、案外ね近いかなって感じがするんですけれども、どうも複雑な関係なのかな、そういうふうに思います。まずあの人のあなたへの気持ち、とっても大好きな人、綺麗な人、可愛い人、色気がある人ってことで、あの人はあなたのことがね大好きなのかな、そういうふうに思います。ただあなたの方は体も疲れていて、なんで私こんなにしなければならないことがあるんだろうとか、寂しいんだろうとか、ちょっとこうマイナス思考というかね、こう孤独感が今とても強いのかなっていう、そういう部分があるので、私はまず2番の方に伝えたいのは、あの人はあなたのことをとても大切に思ってるよっていうことをお伝えしたいです。そしてあの人なんですけれども、そう、ちょっとね、今週これからかな、いろいろなアクシデントとか、体調が例えば急に悪化してしまったりとか、そういう可能性が少し今週あるかもしれません。そういう部分があるかもしれない。でもね、あなたへの2番の方への愛はとても強いかな。ちょっと恋愛のことも見ていくんですが、やっぱハートの下にあの人ね、花束があるから、やっぱり今現在
あなたとお相手様がどんな状態であれ、やっぱり結ばれているというか、むしろあの人の愛の方が強いんじゃないかと、そういうふうに思っています。ただ今週は少し離れてしまったり、あの人も余裕がなくなる、あなたも今現在いっぱいいっぱいっていう部分があるので、2人の信頼関係はねしっかりあるんだけれども、今週は少し休憩、そういう感じになるのかな。そういうふうに思います。でももしそうなったとしても、これって一時的なんですよね。一時的にちょっと今ね休憩しようよとか、なんかむしろお二人が信頼し合えているからこそ、今はその運命に逆らわずに、今はこういう感じなんだって受け入れるような感じがするんですよね。すごく高次元からの愛そんな感じが私は感じることができました。むしろそうだな、あなたのね2番のあなたの状態がこの次はねフォックスに来るんですよね。このねフォックスに来て、そうなると、少し洞察力とかが、出てきたり、ややあなた自身がチェンジ変身することができるような気がするので、こういう重荷とかハードスケジュールからは解放されていくのかなっていう部分が見えます。はい、そして、今週が、先ほどなんかね旅行のカードとか新婚旅行のカードとかね、そういうカードが出ていて、あとは人間関係の断捨離とか、いらないものを今週は片付ける、捨てる、メルカリとかヤフオクで例えば売るとか、そういう感じであなた自身のなんかすっきりしそうな、そういう感じがします。今そういう時期なのかな、なんか断捨離の時期、そういう感じが見えますよ。じゃあはい、じゃあまず今週のあなたの仕事のこと、あなたがご自分で仕事をされている方、アルバイトパートの方から見ていきたいと思います。はい、まずこちらなんですけれども、今まであなた自身が、自営業だったり、自分でお仕事をされていたり、アルバイトパートでもかなり任せられているような感じが見えます。お客様とか売り上げとかリピーターさんとか、そういう感じがすごくしっかり見えます。ただ今週はここにね、棺桶のカードが出ているので、少し疲れが見えてくるかなっていうところがあるんですよね。少しだけ意欲が低下してしまったりとか、少しだけお休みをしたりとか、そんな感じが見えます。終わりじゃなくてお休みって感じで、そこからまたね、これからねお客さんがまたどんどん増えていきますよとか、口コミがどんどん広がっていきますよって出てるので、休むこととかを恐れなくて大丈夫です。はい、そして今度は会社員の方、サラリーマンの方を見ていきたいと思います。はい、とてもね人間関係で疲れているような感じ、ライバルとか複雑な関係の方とかは近くにそういう人がいるとか、あなたの2番の方の心を惑わされるとか、そんな感じがします。ただ今週はそのモヤモヤっとした状態とかライバルっていう風な状態をどういう風にしたらご自分で感情のコントロールができるかとか、考えないで済むかとか、前向きに考えることができるような解決策が今週は出てくるような気がします。もしかしたら仕事が忙しくなるとか、
そういうこともあるんだけれども、今週あなたにとってウィッシュカード、願いが叶うカードが出ているので、このモヤモヤ、こういうものは取れていくのではないでしょうか。そして、社内恋愛をねしてる人、取引先、お客さん、そういう人にね恋をしている人はなんかね、こいい感じというのも、うん、このね人間、なんかモヤモヤっとした人間関係が通れていくっていうか、やっぱり愛されてるの私なのかなとか、そういうことを思うことができたりとか、あなた自身が会社の中で例えば誰かから好意を持たれたりとか、そういう嬉しいラブロマンスみたいなものが、社内、取引先、学校の中で起こるかもしれません。いいですよ。はい、そして今週の金運なんですけれども、はい、お魚さん、そうですね、なんか今までは旅行とか引っ越しとか、そういう感じでお金を案外使ってきたような気がしますね。でも今からはあなたにとってお金を増やすための方法、情報がいろいろ入ってくるんですよね。なので何とかを買うとか、なんか投資を始めるとか、NISA 始めるとか、なんかそういうことがあなたの資産運用にとって非常にプラスになる、そういう情報がやってくると出ています。そしてしっかり寝かせることによって、お金がきちんと増えていくっていうふうにも出ていますし、今週化粧品とかお洋服とか、そういう、美容院とか、そういうあなたをキラキラさせてくれるところに有意義なお金の使い方ができるのかなっていうふうにも思いますし、素敵なプレゼントを受け取る人もいるような感じです。じゃあ特にね今あなた自身が本当に追い詰められていて、あんまり人とも悩みを話さないというか、なんか我慢しちゃう部分がすごくあると思いますので、だからこそ自分自身への投資っていうのも、おしゃれとかすることによってあなた自身がキラキラ変わる、マッサージを受けるとか、そういうのもすごくいいんじゃないかな、そういうふうに思います。じゃあ今から月火水木金土日でタロットとオラクルカードと一緒にセブンデイズの流れ見ていきたいと思います。はい、2番の方お待たせしております。左からルノルマンカードとタロット、月曜日から日曜日までの流れ出しています。なんか今回はですね、1番の方もそうだったんだけれども、案外大アルカナが出てるんですよね。2番の方も1枚2枚3枚4枚大アルカナが出ていて、そして人物カードも2枚出ていますね。はい、かなりすごいかと思います。そして大吉の日、金曜日大吉、2番じゃない、火曜日と金曜日、いやこれ大吉だな、超ミラクル大吉で、月曜日も良いで、木曜日がこれ吉居混合、さあこれがどっちに出るかなみたいな、奇跡として出るか、それともはっきりと白黒がつくかっていう風な感じが出ていて、でもその後の流れがいいからな。あと土曜日日曜日は少しあなた自身が疲れていたりとかイライラしてしまったりっていう風に出てるので、掃除とかおすすめしたいです。じゃあ月曜日から見ていきましょう。はい、まず月曜日が道と女帝のカードが出ていて、あなた自身がどうなんでしょう、何か決断をするんでしょうか、それともまだ悩んでる状態なのかな。でもどちらにせよね、これ女帝のカードが出ているので、
あなた自身がとても魅力ある、愛らしい、とても素敵、皆さんの注目を浴びる、そういう風に出ています。どの道を選んでもあなたにとってはプラスになるかと思います。そして火曜日、はい、大吉のカード、リングとカップのキング、素敵です。素敵なデート、素敵な出会い、愛される喜び、プロポーズ、まあ何があるんでしょうか。火曜日、特にこれやっぱり恋愛かな。恋愛でとっても嬉しいことがあるのではないでしょうか。はい、そして水曜日が今度は打って変わって船とソードの3。船というのは距離とか、遠距離旅、何かを決めるっていう意味もあるんですけれども、会えなくて寂しいとか、約束がドタキャンになってしまったとか、離れてしまったとか、そういう涙、悲しみというのが水曜日出ています。そして木曜日がですね、これがね本当にどっちに転ぶかって感じなんですけれども、釜と審判が出てるので、はっきりと白黒がつく。今まで頑張ってきたことが実るっていう人もいれば、本当にもう白黒がバサッと決まるっていう方もいらっしゃるかもしれません。とにかく木曜日は、本当に大吉の方とそうじゃない方とっていうのがはっきり分かれることになるかもしれません。ただ金曜日の流れがね、ここに太陽が出てるんですよね。ここがね大吉のカードだから、案外このね木曜日の流れ良くなる方が多いんじゃないかなと思ってます。はい、この金曜日、ものすごくカリスマ性のある人と出会うとか、飲み会とかサークルとかすごく良さそうです。運命の出会いなどもあるかもしれません。そして金曜日、とにかくあなた自身が素直に明るくピュアに、あの人に損得感情なく自分の気持ちを伝える、そういうこともおすすめしたい日です。気持ちは伝わると思います。はい、そして土曜日、クローバーと月が出ています。ここにね幸運のカードが出てるから決して悪くはないんだけれども、あなたがややネガティブに考えすぎてしまったり、不安が大きくなってしまったり、そういうことがあるかもしれません。これはクローバーは漢方っていう意味もありますし、お守りという意味もあるので、漢方を飲んだり、お守り神社に行ったり、そういうこともおすすめしたいです。そして日曜日が、これが無知とソードのクイーンなので、この日はできればあなた自身が一人で、過ごした方がいいのかな。気持ちがちょっと苛立っていたり疲れていたり、そういう人と同調するのが疲れやすい日かと思いますので、家の片付け、掃除などをしながら過ごすことをおすすめしたいです。はい、でトータルで見てもね、すごくいいカード、大吉のカードも出ていますので、はい、じゃあ今度はアドバイス見ていきます。はい、あとはこちらエンジェルアンサーからも見ていきます。さて出たカード、はい、じゃあこちら出たのが、この2番の方、私はやっぱりすごくあなた自身が今ネガティブな考え方にそこから抜け出せてないような気がする。なのでしっかり友達の話を聞いてもらうとか、カウンセラーさんに話を聞いてもらうとか、そういう誰かエキスパートの方に話を聞いてもらう、
アドバイスをもらうことによってあなたは元気を取り戻すことができる、そういうふうに出ています。なのであなたとしっかり向かい合ってくれる人とゆっくり話す時間、聞いてもらう時間っていうのを、今週はねそういう時間を取ることもおすすめしたいかなと。あなたはきっと元気になれると思います。はい、それでは3番の方見ていきます。3番の方のレノルマンカード、こちらです。最初の1列目のみ動画で撮りながらカードを展開していきます。 9×4 のグランタブローです。はい、じゃあカード開いていきましょう。まず1枚目、はい、本が出ました。2枚目、星。3枚目、山です。怒り。ハート。はい、ここにあなたのカードが出ました。雲。ゆり。はい、月です。それではカードを並べていきたいと思います。はい、それでは3番の方お待たせしました。カードを 9×4 のグランタブローで並べております。さて、まず3番の方の今週の流れ。まずあなたのカードがどこにあるか。あなたのカードはここにあります。そしてあの人のカードはここ。なんかすごく2人とも向かい合っているのかな。そしてその間にハートとか太陽、船、こういうカードがあるので、お二人のご縁がいわゆる縁が強いソウルメイトなのかなとも思いますし、船とか山が出てるのでしばらく会えていなかったり、遠距離の人、少し忙しくてすれ違っている人というのもいるかもしれません。でもなんかこのお相手様も長い目であなたとの関係を見ているような気がしますし、あなた自身ももうこの人が運命の人だ、ソウルメイトだっていうのが分かっているのかな、そういう感じがするので、案外安定感があるように見えています。そして今週の流れなんですけれども、本、星、山、あなたが何か夢に向かってとっても、努力をしているような気がします。なんかの勉強をしているとか、なんかねすごく読書家っていう意味もあるかもしれないんですけれども、粘り強く頑張れる方なのかな。山が出てるから。だから障害が何らかの障害とか壁とか乗り越えないといけないこととかがあったとしても頑張っていける人なのかなと。
そして、今週の後半かな、なんか環境が変わっていったり、こう付き合うグループの人が変わったりっていう感じになるかもしれません。そして週末、もしかしたら特に日曜日はゆっくり休む、体を休めるっていうことも大切なのかもしれません。そしてじゃああなたのところから見ていくとですね、とにかくとっても愛されていた、愛していたっていう感じで、すごくこうラブラブというか、こう強い結びつきがまず出ている状況なので、もしかしたらもう運命の方に3番の人は出会っている可能性が大かもしれません。で、今週はですね、雲と蛇が出ているので、人間関係に少し悩んでしまう可能性があるかもしれません。っていうのも、ライバルが気になったりとか、何らかのあなた自身に誘惑があるっていうことも考えられますし、少し、こうなんか心配だわっていう風な感じかな。これからどうなっていくのかなっていう不安とか、ちょっと見通しが立たないような出来事、もしくは異性関係で若干の不信感が出てくるような出来事もあるかもしれません。これは一時的にかなって思うんですよね。というのも、雲の後に百合が出てきているので、やっぱりこの人のことを信じて大丈夫とか、こう純粋な気持ちであの人のことを考えることができるのかなとか、そういうふうに出ているので、こういう不安感は一時的なものというふうに今は考えています。そしてですね、今週の、今の、あなたの状態がすごくハートとね近い状況なので、なんていうのかな、やっぱり、この人を何があっても信じる気持ちで私はおすすめしたいな、大丈夫なんじゃないかなと思います。もしなんか変だなって思ったら、この相手のなんて言うんでしょう、あなたのお相手様じゃなくて、このお相手様に誰かがいわゆるちょっかいをかけているものが少しあるかもしれないぐらいで思っていただいていいかと思います。そしてお相手様を見ていると、一緒に暮らしたいとか、遊びに行きたいとか、なんかそういう、故郷とかですね、そういうものが出てるかな。なんかもっとプライベートで知りたいとか、そういうのも出ている。そしてこう過去はね、仕事のこととか金銭的なこととか、ややなんて言うんでしょう、お金をこうむしり取るような人がもしかしたらこの人の周りにいたかもしれないんですけど、もう今は穏やかな気持ちで、この人お相手様自身もいるので、気持ちも体も心も、安定しているのかなと。家とキーが出てるから家に来てほしいとか、遊びに行きたいとか、一緒に住みたいっていう気持ちがすごく強いのかなというふうにも思っています。今回私はね、運命の出会いがすでにあっているんじゃないかっていうことをお伝えしたんだけれども、今週出会いっていう意味では今ちょっとまだこれはね、宙ぶらりんの状態になっているので、今週の出会いっていうよりは今までの、出会った人にどちらかというと終点を向ける方がいいのかもしれません。じゃあ
今週のお仕事のこと見ていきたいと思います。ご自分でお仕事をされている人、アルバイト、パートの方から見てみましょう。はい、あなた自身が過去からいろいろ精力的に動いたり、種まきをしたり、すごくやっぱ頑張り屋さんですよね。すごく、本当にとにかくきっかけをつかもうとか、売り上げを伸ばそうっていうことで頑張ってきたあなたの過去っていうのが見えるんですね。すごく長期的な目線で育っていったらいいなっていう感じ、それがあります。そして今なんですけれども、なんとなくあなた自身がこれがしたい、あれがしたいっていうのが多くて、いろいろどれに手を出したらいいんだろうとか、あと逆に忙しすぎてすごく疲れてる、頭がパンクしそうとか、実は体が悲鳴を上げていると出ているので、ここの部分頑張りすぎ屋さんなので、頑張りすぎに注意です。そして流れいいですね。特にお金、金銭的なカードに太陽が出ているので、お客さんが本当に、年齢層が若い人にもあなたのお客さんになるような感じもしますし、たくさんの売り上げとか収入が出てくると出ているので、3番の方、かなりお仕事の流れはいいというふうに出ています。そしてあなたが会社員、サラリーマンの方だったらというのを見ていくと、はい、今カードを探しております。さあ、いかりさんどこで失礼しました。はい、はい、すごいですね。なんかすごい、両方太陽が出てますね。はい、アルバイトじゃなくて会社員、サラリーマンの方は、今まで少し停滞してたような気がします。あんまりやる気が出なかったりとか、ちょっとフレッシュな気持ちがなかったりとか、なんか滞りっていうのが見えるんですね。そしてご自分で仕事をされている方、会社員の方も共通の同じ無知というカードが出ているので、とにかく3番の方は今ものすごく頑張ってる状態、きちんと寝てるかなとか、疲れ取れてるかなとか、そういう感じです。もしかするとやや気持ちが苛立っている可能性もあるかもしれません。でも未来がハートと太陽が出ているので、あなたの心とか恋愛のこととか、もう幸せって思えるような、そういう出来事が社内恋愛とかねされている方、取引先に好きな人がいるっていう方もいるかもしれないんですけれども、非常にときめきとか好意というのがね、会社の中でも味わうことができたりとか、あなたのことを好きな人とか、そういう人もいるかもしれません。とても居心地がいい、やりがいがある職場、そういうふうに思います。そして今週の金運なんですけれども、はい、ご旅行、引っ越し、そういうので、今までお金がね流れていった、使っていた、やや豪華な旅行をしていた、そういう風に見えます。で、今週はまたすごいですね、太陽がいっぱいねいろんなとこに出てるんですけれども、はい、今週の金運大吉です。思わぬところから臨時収入があったり、とてもいいですね。かなりいいです。はい、そして流れを見るとですね、ちょっとおしゃれをする、美容関係、そういうものも出ていますし、お金をしっかり貯めるっていうのも出ているので、使うんだけれどもしっかり貯めることができていくのかなということで、なかなかいいんじゃないでしょうか。気になるのは、頑張り屋さんだからこそ
なんかこう不平不満を言わずにコツコツと頑張りすぎる部分、それが体とかの疲れに来なかったらいいけどなっていうふうに思ったりもしています。あと、ここに熊と月が出てるんですけれども、あなたにとっての強力なバック、あなたを応援してくれる人、そういう人が出てきたりしそうですよ。なんかあなたの人気運がすごく上がってくるのかな。だからもしかしたら今さっきの雲と蛇っていうのは、あなたがとても恵まれているから、華やかだからこそのあなたに向けた嫉妬、そういうのもあるかもしれません。この蛇はあの人とは関係なく、対あなたに対するそういうジェラシーとか嫉妬っていうことで、あなたがやや悩んでしまうこともあるかもしれない。でもそれも一時的なものかと思いますので、心配はしなくて大丈夫なようです。じゃあ今から月火水木金土日でタロットとオラクルカードでセブンデイズの流れ深掘りしていきます。はい、お待たせしました。ルノルマンカードタロットで月曜日から日曜日までの流れセブンデイズを出しております。素敵なカードが月火むちゃくちゃよくて、土曜日もいいですね。なんか日曜日は夜がいいのかなという感じがしています。そして水木はあなたにとってちょっと人生設計だったりいろいろ考えるような出来事があるのかもしれないのかな。はい、じゃあお伝えします。まず月曜日が本とカップのエースが出ています。やっぱりね、運命の人に出会っていますよね。カップのエース、もう恋愛のカード、それも恋愛とか感情とか幸せを表すカード。もしかしたら3番の方、複雑な恋愛をしている人もいるかもしれないけれども、愛し合う喜び、そして本が出てるので文字を表します。嬉しい連絡、そういうものがあるような予感です。とても幸せ。月曜日、そして火曜日が星とワンドの4。もうこのね、火曜日も大吉ですね。あの人が考えていること、思っていること、あなたの気持ちがすごくバランスが取れていたりとか、あなたが昔から思ってた願いが何か叶うっていうふうにも出ているので、この火曜日もとても幸せ。そして水曜日が山とコインの7が出ているので、もしあなたが何か壁にぶつかっているのであれば、一旦その計画とかを見直してみるのもいいかもしれません。そのまま進むっていうよりも、一回立ち止まることをおすすめしたいのが水曜日。そして木曜日がクロスとコインの3が出ているので、金銭的な問題かな、キャリアとかでしょうか。そんなに焦らなくていいよっていう感じです。そしてもしかすると何らかの遺産とか、あとは不労所得、働かなくていいお金がやや入ってくる人もいるかもしれません。そして金曜日がコウノトリとコインの2。あなた自身がどこかに行く、行かない、やめる、やめない、そういうことで少し悩んでいるかもしれません。一気に 100% 白黒をつけるというよりは、少しずつどちらにも進んでみる、慎重に動いてみる、それの方がいいかもしれません。受動性、受け身、流動性、
そういうことをおすすめしたいです。そして土曜日が庭とコインのクイーンが出ているので、あなたの人間関係とか女子会とかランチパーティー、そういうのを楽しめそうな予感です。はい、そして日曜日が、これが棺桶のカードと星が出ているので、体をゆっくり休めてあげてほしいなっていうことと、夜になるともしかしたら気力体力が回復して夜の時間も素敵な感じになるかもしれません。はい、じゃあアドバイス見ていきます。はい、ちょっとカードが開きました。はい、あとはドルフィンさんからも見ていきます。はい、出たカードがこの2枚ね、状況は良くなるよっていうのと、あとこちらブレイクフリーが出ています。ちょっと待ってくださいね。あなた自身、私今回3番の方ってとっても真面目で頑張り屋さんっていう風に思えました。でももっと自分のために時間を使うとか、例えばお金を使うとか、そういうのもいいのかな。真面目すぎるとか優等生すぎるとかではなく、もっとあなた自身が華やかに、こういうの常識的に考えたらとかではなく、あなたがやりたいように、魂が望むように殻を打ち破ってみてもいいのかな。そういうふうに思います。もっと魂を、あなた自身を楽にしてあげてみるのも今週はいいような感じがします。はい、これが3番の方へのリーディングです。はい、じゃあ1番の方の今週の赤ちゃんのこと見ていきましょう。まずあなたのカードがここ、そしてご主人のカードがここ。なかなかね、お二人、私は仲がいいように見えています。特に今週何か家でゆっくり過ごすとか、そういう時間が増えてくるような気がするんですね。そして後半、環境が変わったりとか、ご旅行に行かれる、そういう可能性もあるかもしれません。そしてあなた自身が何かいろいろ悩んでいたり、するような感じあるんですけれども、ご主人はすごくあなたのことが大好きでとても求めている、そういうふうに出ています。そしてコウノトリと子供のカードがね、それぞれに出ているんですけれども、そうですね、コウノトリの前にネズミ、そして子供のカードの前にムチ、上にヘビと出ているので、一つあなた自身が体調とか金銭的なものとかを何かクリアしないといけない部分があるかもしれません。そしてですね、ホルモンのバランスでしょうか。こういうものが整ってきた時には、すごく子供、月、花束、コウノトリっていう感じで、とても妊娠のエネルギーがとても高い星回りになっているような気がします。そしてご主人も何か悩んでいる部分もあるみたいなので、こういうところ、そしてあなた1番の方の悩みとか金銭的なこととかもしっかりお二人で話し合っていかれることをおすすめしたいかな。
そうすることによって、このね赤ちゃんの存在がすごく近い、本当ね、夢が叶うような、願いが叶うような、そういう状況になっているような感じです。一つ何かのね問題があるようなので、そこを解決した時には願いが叶って赤ちゃんが来てくれるよ、そういう風に出ているような気がいたします。どうぞ焦らずに一つずつ問題を解決していってください。はい、じゃあ2番の方の赤ちゃんの今週の赤ちゃんのことを見ていきたいと思います。まず2番のあなたがここ、そしてご主人がここにいます。距離はね、ご主人との関係決して遠くはないんですけれども、あなた自身がとても追い込まれていて、体も心も疲れていて、特に頭が何て言うのかな、これしなきゃあれしなきゃっていうハフトゥーリストが多すぎて、なんか頭痛とか肩こりとか大丈夫かなって、そんな感じがします。あと冷えっていうのもすごく気になっていて、あなたの心もね、今家を見渡していただきたいんですけれども、いつもは綺麗に片付いているんだけれども、今あんまり家の片付けができてないとか、そういう感じかもしれません。決してねしなきゃいけないとかしてくださいって言ってるわけではなく、今のあなた自身がそれだけ疲れているということをまずね自覚することが大切なのかな、そういうふうに思っています。そしてご主人なんですけれども、あなたのことはとっても大好きです。とっても大切にしたい人、そういうふうに思っています。ただご主人、今週ちょっと疲れるような出来事とか、体調が良くなかったりっていう部分もあるかもしれませんし、あなた自身も今余裕がない、そういうふうに出ています。そして子供のカードとコウノトリのカードがねここに出ていて、子供、山、そして2番のあなたのカードが出ているので、お二人赤ちゃんとはつながっているんだけど、まだここに大きな壁が、乗り越えないといけない壁があるので、今2番の方に言いたいのは、とにかくまずは自分の心、体、そういうところにしっかりとメンテナンスをしながら、自分に時間をいっぱいかけてあげていただきたいなって感じです。髪を切る、パーマをかける、マッサージを受ける、花を飾る、そういう心をのんびりとできるようなものもいいのかなっていう感じです。そうすることによって赤ちゃんもママ元気になってきたなみたいな感じで、この子供の次のカードがコウノトリなんですよね。そして家と出ているので、ママの状態、2番のあなたの状態が良くなったら、きっと子供、コウノトリ、家、あなたの家に、あなたとご主人の家に赤ちゃんたちはやってくる、そういうふうに思います。なので2番の方、焦らなくて大丈夫です。まずは自分自身にしっかりと目を向けてあげてください。そしてご主人はあなたのことをとても大切に思ってくれています。はい、これが2番の方へのリーディングです。はい、じゃあ3番の方の今週の赤ちゃんのこと見ていきたいと思います。
まずあなたのカードがここ、ご主人のカードがここ。なんかお二人がね、すごくこう仲睦まじいソウルメイトなのかなというふうに出ています。そしてですね、こうご主人が今までちょっと金銭的なこととかご両親のこととかで、あと仕事かなで悩んでたことがあったかもしれないけれども、今家の中が穏やかで早く家に帰りたいとか、そういうふうに思ってくれているようです。そしてあなたの方ももう過去の段階からいつ赤ちゃんが来てもおかしくない、そういう状況として出ているので、もしかしたら過去に授かった方もいるかもしれません。そして、子供のカードがここに出ていて、あとコウノトリのカードがここなんですよね。だからすごく、あなた側にやや近いかなって感じで、あなたの一番下のところにクロスが出ているので、これは前世とか過去世とかそういうのを表すカードに子供とコウノトリのカードが出てるので、もう前世からご縁がある赤ちゃん、もしくは一度例えばお空に帰ってしまった子だったとしても、また必ず来てくれる、そういう強さが見えるような感じです。今週あなた自身が少し人間関係に悩んだり嫉妬されたりっていうことがあるかもしれない。ここで少し悩みが出てくるかもしれないんだけれども、この悩みの後にはあなた自身がすごく穏やかで、ホルモンのバランスとかも取れて、母性がすごく出てくるって出てるので、今週こういう悩みが解消できた時には、あなた自身が赤ちゃんを受け入れる体制がとても強くなっているのではないかなというふうに思っております。ご主人もしかしたら引っ越しとか旅行に行きたい、そういうことを考えているかもしれません。気分転換にそういうものもいいのかな、そういうふうに思っております。とてもねエネルギーが強いので、妊娠力はとても高い方のような感じがしました。はい、これが3番の方です。